先代の社長が他界し、その息子が後を継いでからというもの、会社の雰囲気は変わってしまった。俺たち社員を駒のように使い、社員を激務に追い込む新社長。この体制を俺は何とか立て直そうと奮闘していた。ところが、息子の結婚式のために取った有給休暇を無断欠勤扱いされ、退職を迫られる。老害なんだよ。給料泥棒のじじいはクビ。社長の言葉に打ちひしがれる俺だったが、翌日、俺が取った行動によって社長は窮地に追い込まれることになった。あら、息子さん立派になったわね。もうお父さんよりも背高いのね。俺の名前は小泉孝之。小さなアプリ会社に勤めて15年目に入ろうとしていた。デスクの上に飾られた数日前に行った家族旅行の写真を見て同僚が驚いていた。今年で24歳になります。皆さんにお世話になっていた時はまだ小学生でしたもんね。俺はシングルファーザーで息子を育てていた。その息子も今では成人しサラリーマンになっている。この会社に入った当初は息子を一人留守番させて残業することも多かった。しかしそれを知った社長がこんなことを提案してくれた。君は僕たちにとっては大事な人材です。しかし息子さんにとって君はたった一人の父親。会議室でよかったら空いているので息子さんをここへ連れてきたらどうですか？家庭と仕事の両立に悩んでいた俺にとって、社長の言葉は本当に温かく、今でも感謝している。俺が息子を連れてくるようになると、同僚も休憩時間に息子と遊んでくれたり、宿題を見てくれたりと仲良くしてくれた。当時は家でも、ここで遊んでくれた皆さんの話ばかりしてましたよ。可愛らしくて、私も家族のように思っていたのよ。今は一緒には暮らしてないんだっけ？大学生の時に一人暮らしを始めて、先月から結婚前提でお付き合いしている相手と住んでいます。この写真、二人が旅行に誘ってくれた時のものなんです。彼女はもう家族みたいな存在です。よかったじゃない？いい子が見つかって。私もいつか二人に会いたいと伝えておいてね。はい。息子も懐かしくて会いたがると思います。一通り話し終わると、同僚は帰り支度を始めた。それじゃあ私、今日はこれで帰りますので、あとはよろしくお願いします。社長のところですか？ええ、奥様を早くに亡くされているでしょ？だから時々必要なものを持って行ってるの。ほとんどのことは病院がしてくれるんだけど心配で。数ヶ月前から社長は突然体調を崩し入院することになった。回復の見込みは五分五分のようだが、働いている社員全員が回復を祈っていた。同僚を見送った後、俺は再び仕事に取り掛かった。今回開発するアプリがヒット商品となれば、社長も元気になって帰ってきてくれる。そんな願いもあって、制作にはみんながより一層やる気を出して取り掛かっていた。しかし、それから数ヶ月後、アプリのリリース日も間近になった頃、俺たちの願いは届かず、社長の容体は改善しないまま息を引き取った。みんなが悲しみに暮れる中、葬儀が終わり、1週間も経たないうちに社長の息子の鍵本陽介が会社を訪れた。皆様、先日は父の葬儀にご参加くださりありがとうございました。新社長となる鍵本陽介です。今後ともよろしくお願いいたします。ざわざわと社員たちが騒がしくなった。新社長が以前勤めていた会社は不動産会社で、前社長が健在の時は一度もここへ顔を出したことがなかった。いつだったか社長が、息子は俺のような仕事には一切興味を持とうとしないと
嘆いていたことを思い出した。今、社長の決済が必要な急ぎの要件があれば教えてください。あと、経理の方は後ほど打ち合わせしましょう。今後の新しいアプリ開発の提案が数件あります。早速、新社長にはミーティングに参加していただいて、状況の把握と案件の選定に協力していただきたいです。わかりました。今後は社内開発に加えて、受注も増やしていかなければいけないと思っているので、その件も踏まえて午後より会議します。うちの会社にはエンジニアチーム、デザインチーム、プログラムチーム、保守チームがあった。エンジニアチームは会社設立からのメンバーがほとんどで、俺もその一人だ。午後の会議はエンジニアチームと新社長の意見の対立から始まった。アプリ制作の依頼を外から受けたら、自社開発のアプリの工程に影響が出るのは否めません。社内で作るからこそ、早くて柔軟な対応ができているんです。同時進行してください。これだけのエンジニアが揃っているのですから、使わない手はありません。会社を大きくするためには、今までのやり方を変える。そういう営業方針です。従ってください。話し合いという雰囲気ではなく、新社長は淡々と言い、俺たちはそれに従うしかなかった。その後、自社開発のアプリ以外に外注業者として依頼人の提案をもとにアプリを開発するという新しい試みが始まった。開発に関する知識が全くない依頼人が企画を持ってくることがほとんどで、今までと違って依頼人と内容のすり合わせに使う時間がすごく増えた。その分、自社開発のアプリへ割く時間は少なくなり、ほぼ毎日残業をし、泊まり込みや休日出勤するものまで出てくる。このままでは誰かが辞めるか潰れる。そういう状況に陥るのも時間の問題だと思った俺は、社長に話をしようと社長の出勤を待っていた。ようやく出勤してきた社長を見つけ駆け寄ったその時、社長の後ろの人影に気づく。皆さん、こちらは中途採用で雇うことになった浦啓太さんです。彼は私の高校と大学の先輩で気心も知れています。彼の才能は私も買っているので、最初は保守チームの係長をやってもらいますが、まあそこは臨機応変にしていくので、社長に紹介されたものの、肝心の浦啓太はニヤニヤとして、よろしく、と一言言っただけだった。臨機応変という言い方も気になる。本当に社内の業務のことを考えて人を配置してくれているのかわからなかった。社長、今の状態ではみんなが残業続きです。倒れたりするものも出てくるかもしれません。人を増やすとか何か対策を考えてください。人は今増やしたでしょ？冗談かのように笑っている社長に俺は真剣に申し出た。そうではなく、開発やデザイナー、プログラマーも今は手一杯です。この間、社長が持ってきたご友人の案件は開発途中で連絡も取れなくなり、頓挫してしまいました。みんなが疲弊しています。そんなに人雇ったら、たくさん受けた仕事分のお金残んないよ。まあ、そこは臨機応変ってことでうまくやってよ。長年の経験ってやつを活かしてさ。半ばからかっているような言い方に腹が立ったが、背後のみんなが固唾を飲んで見守る気配を感じ我慢した。この人に相談しても無駄なのだ。わかりました。じゃあ、任せたよ。そう言って社長は浦啓太を連れてどこかへ行ってしまった。今取り掛かっている案件とこれからの案件について俺たちでもう一度計画を立て直しましょう。みんなで意見を出し合うと社長が無理やりねじ込んでいる案件がいくつか出てきて作業時間を圧迫していた。しかもどれも依頼人と連絡が取りづらく進まないのにもかかわらず優先的に進めるように社長に言われているらしい。わかりました。では
優先案件専用のチームを作っておきましょう。社長からねじ込まれたら、そのチームが集中して取り掛かる。他チームは影響が少なくなりますよね。あ、でもそうなると、俺たちはあれこれ知恵を出して話し合い、なんとか今の状況を乗り切れるよう協力し合うことになった。そしてプライベートな用事や病院、子供の学校の行事など参加できていない人がほとんどだったため、それも協力して抜けられるよう努めた。残業続きは変わらなかったが、みんなが再び活気を取り戻していくようだった。そんな中、息子がかねてより交際しているエリカと入籍し、結婚式が行われることになった。おめでとう。こんな状況じゃ私は参加できないけど、招待状嬉しかったわ。おめでとうと伝えてね。そう言って同僚がご祝儀袋を託してくれた。ありがとうございます。有給を取ることになると思いますが、それまでにできるだけ作業も進めておきます。同僚のみんなにも断りを入れ、結婚式のための有給を取ることにした。有給休暇届は社長に提出しなければならないことになっていたが、社長はなかなか捕まらなかった。結婚式の日にちも近づいてきて、浦係長を見かけた俺は急いで声をかけた。浦係長。浦啓太はスマホ画面から目線をちらりと向けて、また画面に戻した。社長は今日会社に来られるかご存知ですか？わかんないね。昨日も結構飲んでたから、今日は潰れてんじゃない？今日は社長に会われますか？多分。いつものとこで集まりあるから来ると思うよ。そうですか。では、お手数ですが、この日、息子の結婚式で有給を取りたいので、これを渡しておいてもらえませんか？社長に提出することになっているんです。オッケー、オッケー。俺が差し出した書類をひらりと指でつまんでデスクの引き出しへ入れた。ひとまず安心して、俺はその日、無事に結婚式に参加することができた。結婚式には多くの参列客が訪れていた。二人ともおめでとう。式の前に挨拶しようと控え室を訪れた。結婚式までなんだかんだ忙しくて二人に会えていなかったのだ。父さん、今日はありがとうね。会社大丈夫だった？大丈夫。あ、そうだ。同僚から伝言預かってるんだ。今日来られないって返事あったよ。そうなんだ。会社が忙しくてね。今日来られなくて残念がってたよ。二人におめでとうって伝えてって。ありがとう。僕のこと覚えてくれてて嬉しいよ。私も彼から会社のことを伺ってます。皆さん良い方ばかりですね。いつかお会いしたいな。そうだな。いつか二人で遊びに来てくれたらみんな喜ぶよ。そんな話をして式を迎えた。幸せそうな二人を見て、俺も疲れていた心が癒されるようだった。その翌日、出勤すると社内にはいつもとは違う緊張感が漂っていた。何かあったんですか？いえ、ちょっと誤解があると思うのよ。昨日はお疲れ様でした。式はどうだった？歯切れの悪い言い方が気になったが、すぐに解決することなのだろうと思い、同僚に昨日の結婚式について報告しようとしたが、すぐに遮られた。小泉さん、社長室へ来てください。声がかかり、社長室へ急いだ。中へ入ると、神妙な顔で椅子に座る社長と、横にはなぜか浦啓太が立っていた。何でしょうか？社長は大きなため息をついて言った。昨日はどうしてお休みされたんですか？有給届を見ていないのだろうかと思いながら答えた。息子の結婚式がありまして、有給休暇届を浦係長に提出したんですが、それは私に提出するものですよね。私は受け取っていません。社長がいらっしゃらなかったので、係長に託したはずですが。
俺はすがるように浦啓太を見るが、スマホをいじりながら、そうだっけとつぶやいた。つまり、あなたは無断欠勤をした。周囲にも多大な迷惑をかけたということです。今日付でやめていただきたい。そんな、本当に提出しました。係長、引き出しの中に入れてましたよね。まだあるかもしれません。俺は社長室を飛び出し、浦係長のデスクへ向かうが、そこにデスクはなかった。どうして呆然としている俺の後ろから浦係長の声がした。俺、昨日から広い社長室の方に移ったんだ。それで、あのデスク処分したんだよね。そんな、でも確かに提出しました。私は受け取っていないと言っているんだ。しつこいな。係長のデスクに入っているはずです。首だって、聞こえないの？記憶のすり替え？何なの？病院行ってこいよ。老害なんだよ。給料泥棒のじじいは首なの。キャー。同僚の悲鳴が短く響く。なぜなら俺の頭に社長が暴言を吐きながらコーヒーをかけたからだ。俺は悔しさで震える手で社長の手を振り払い、荷物をまとめ会社を出ようとすると、後ろから声をかけられた。退職届はしっかり私に提出してくださいね。俺はコーヒーがかかった瞬間に退職を決意していた。もうこの会社に俺は必要ないのだ。家に帰ると息子夫婦が待っていた。荷物を抱え、コーヒーで汚れた俺はさぞみすぼらしく見えているだろうと逆に笑いがこみ上げてくる。お二人さん、こんなじじいに用かな？おどける俺とは裏腹に、息子とエリカは顔色を変えて駆け寄った。父さん、何があったの？親父狩りにでもあった？親父狩りっていつの時代だよ。やだ、これコーヒー？早く洗わなきゃシミになっちゃう。エリカに手を引っ張られ、せかされる形で玄関を開ける。荷物は息子がいつの間にか持っており、俺は泥だらけで帰宅した小学生のような気分になった。はあ？なんだその社長、信じられない。俺が文句言ってやるよ。そうよ、コーヒーをかけるなんて傷害罪で訴えてやる。息子からスマホを奪われそうになり、慌てて止める。もういいんだ。同僚のみんなにはすまないが、あの会社ではもう働こうという気になれないよ。社長にしても、その連れの裏にしても、とても一緒に頑張っていこうという人間じゃない。俺の言葉を聞いて、エリカは急に神妙な顔になり、何かを思いついたようだった。お父さん、ちょっと相談があるの。エリカの相談は意外なものだった。俺は詳しく話を聞き、ある作戦を立てた。そして翌日、昨日のみすぼらしい自分を払拭するようにスーツをビシッと着て社長室を訪ねた。そこには社長と浦啓太が待っていて、俺は退職届を取り出し社長に手渡した。しっかりと受け取りました。わざとらしく言って二人は笑っていた。失礼します。その直後だった。同僚がドアを叩き顔を出した。その後ろには全社員が控えている。何ですか？止めようたって、もう退職届は提出され。社長の声を無視してつかつかと進み、同僚が社長の席へ置いたのは全員分の退職届だった。これお願いします。これはどういうことですか？いくらなんでも全員？ちょっと待ってください。全員？冗談でしょ？焦って引き止めようとする二人は、俺まで引き止めようとしていた。本当にうんざりだった。全員、次の就職先は決まっています。ここに残るのはお友達の浦さんだけです。お二人で仲良く頑張ってください。そう言って会社を立ち去った。
社長のあの顔、思い出すだけで胸がすくわね。俺たちははったりでも何でもなく、本当に就職先が決まっていた。それは息子の妻となったエリカの会社だ。実はエリカは大手 IT 企業の社長令嬢で、自身が社長を務めるアプリ開発の子会社を設立する予定があった。そんな時に俺が退職を迫られたことで、社長と裏以外の全員を引き抜くというアイデアを思いついたのだそうだ。昨日のエリカの相談というのは、エリカの会社へ来てもらえるよう社員全員を説得してほしいというものだった。新社長の日頃からの態度ややり方に辟易していた社員たちは、全員が喜んでこの提案に賛成してくれた。小泉さんから聞いたときはびっくりしたけど、私たちはどちらにしろ、あなたが辞めたら辞めてやろうという気だったの。同僚がそう言うと、他の社員もうなずいた。ありがとうございます。また皆さんと一緒に働けて嬉しいです。その後、社員が一人になった前の会社は、倒産したと風の噂で聞いた。辞めたとはいえ、長年働いた会社がなくなるというのは少し寂しく感じる。しかし、くよくよしてはいられない。就職したエリカの会社は、俺をはじめとした元社員たちが即戦力となり働き、アプリの開発においてトップクラスだという評判が広まった。今では親会社からも頼りにされるほどだ。あの時、ひどい扱いをされたお父さんを見て、本当に許せないと思ったの。頭をフル回転して思いついた復讐のおかげで、こんなに素晴らしい会社になるなんて、本当に感謝しています。それはこっちのセリフだよ。俺はもちろん、社員たちもエリカには感謝してる。私ね、また新しい事業を考えていて、少し忙しくなるから、ここはお父さんに任せたいと思っているの。お願いできませんか？こうして俺は開発現場を一任された。そんな俺が考えるのは、あのダメ社長のようには絶対にならないということ。お互いに信頼し合い、助け合いのできるアットホームな職場にしようと決意している。